こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日はとっても便利なひき肉の下処理の仕方と包丁をほぼ使わない冷凍ひき肉の時短節約レシピ3品をご紹介します。最初にひき肉の下処理から始めます。まずお鍋にお湯を沸かしましょう。2リットルのお水に対して小さじ1のお塩を入れます。お湯がしっかりと沸騰したらひき肉すべてを入れましょう。今日は豚ひき肉を使っていますが、合いびきでも牛ひき肉でも鶏のひき肉でもやり方はみんな一緒ですよ。ひき肉が固まってしまわないように素早くお箸でほぐしながら茹でていきます。しっかりとほぐれたら再沸騰させますよ。アクがたっぷり出てきましたね。完全に沸騰したら火を止めます。はい、お湯を捨てましょう。水でひき肉を洗うような感じでアクを流します。ひき肉は冷凍してしまうと解凍した時に臭みが出やすいですよね。でも買ってきてすぐに湯通ししてしまえばアクと一緒に臭みもなくなります。余分な油も落ちるのでとってもヘルシーですよ。しっかりと水を切ったら下処理はこれで出来上がりです。茹でたひき肉はジップロックに入れましょう。私はいつもだいたい 100g ずつ袋に入れて保管します。袋の中でひき肉が平たくなるように手で整えます。平たくしておくことで冷凍しやすいのと、冷凍した後も手で簡単に折って必要な分だけ取り出しやすくなりますよ。ちなみにこれは湯通ししてから冷凍したひき肉です。こんな風に手で折ることができるので、生のひき肉を冷凍するよりもとっても使い勝手がいいんですよ。次に冷凍ひき肉を使った時短麻婆豆腐を作ります。ここからの時短レシピ3品は業務スーパーの製品を活用して作ります。麻婆豆腐の素をフライパンに入れて火をつけましょう。そこに冷凍の青ネギを入れます。私は業務スーパーで買ってきた冷凍野菜は小さめのジップロックに入れ替えます。大きい袋のままだと冷凍庫の中でこぼれてしまったり、出し入れするたびに使わない分まで溶けてしまったりするので、ジップロックに詰め替えた方が安心して使えます。冷凍したひき肉も入れますよ。ひき肉も解凍せずにそのままフライパンに入れて大丈夫です。本当は何のお肉でも買ってきてすぐに使うのが一番美味しいとは思いますが、ひき肉って意外と一度に使い切れないんですよね。かといってそのまま冷凍すると必要な分だけ取り出すのは難しいし、解凍した時にかなり匂いが出てしまいますよね。その点、下茹でしてから冷凍すればポロポロとしているので必要な分を取り出すのが簡単ですし、臭みも取れています。しかもすでに火が通っているので調理の時短にもなりますね。私もそうですが、仕事で忙しい人や一人暮らしで食材の管理が大変な人にもおすすめの保存方法ですよ。全体がよく混ざってきたら切ったお豆腐を入れます。丁寧に麻婆豆腐を作るときは豆腐も下茹でしますが、今日は時短レシピなのでそのまま入れてしまいましょう。もし全体が硬そうであれば水分を足しても大丈夫です。水を足した後に味見をして、もし物足りなければお醤油やオイスターソースで味を整えてみてくださいね。これで時短麻婆豆腐は完成です。今日作るお料理はおおよそ 2,3 人前の目安で作っていますよ。次にキムチポックンパ、キムチのチャーハンを作ります。
最初にキムチをキッチンバサミで細かく切りましょう。包丁とまな板を使ってキムチを切ると包丁が赤くなってしまうので、こんな感じでハサミを使うととっても便利なんですよ。このくらいの大きさに切れば OK です。まずフライパンを火にかけましょう。サラダ油を適量引きます。先ほどと同じ冷凍青ネギを入れましょう。生の長ネギやニラでも大丈夫ですよ。ネギが溶けてきたらキムチを入れてよく炒め合わせます。キムチの汁気がだいたい飛んできたら冷凍ひき肉を入れましょう。はい、ここまで来たらしっかりと炒めていきますよ。豚肉がしっかりと温まったらご飯を入れます。ちなみに私はいつもこの一膳サイズの容器に入れてご飯を冷凍しています。冷凍したご飯を解凍してこういう感じでチャーハンにしてるんですよ。全体をよく炒めたら香味ペーストやオイスターソースを少し入れて好みの味に整えていきましょう。私は今日は香味ペーストだいたい小さじ1杯分ぐらいですね、入れて使いました。味見をして美味しければキムチポックンパの完成です。大丈夫。最後にミートソーススパゲティを作ります。親指と人差し指で作った輪っかに通るくらいでおおよそ 100g になります。100g は多めの1人前ぐらいの量ですかね。茹で時間を短くするためにパスタを水につけておきましょう。30分水につけただけでも色が白っぽくなってかなり柔らかくなりましたよ。パスタは1時間以上水につけても全然平気なので、調理を始める前にパスタだけ水に入れておくと茹で時間を短縮することができます。水につけたパスタが何分でちょうどよく茹で上がるかはパスタにもよるので、茹でながら味見をして自分の好みの茹で加減でお湯を捨てるようにしてくださいね。ちなみに今回は茹で時間8分のパスタを30分間水につけてから茹でたところ4分でちょうどよく茹で上がりました。パスタを茹でるときは必ずお塩を入れてくださいね。ではミートソースを作りましょう。業務スーパーの冷凍刻み玉ねぎ、冷凍してあるひき肉、ミートソースの素を使います。フライパンを温めたら油を敷いて冷凍刻み玉ねぎを炒めましょう。玉ねぎにおおよその火が通ったら軽く塩コショウを振ります。ミートソースの素も追加で入れていきますよ。市販のミートソースはもちろんそのままでも美味しいのですが、玉ねぎとひき肉を加えると食べ応えがとっても増してさらに美味しくなります。はい、ひき肉も入れましょう。ひき肉がほぐれて味が染みるまで煮込めば完成です。余ったミートソースはジップロックに入れて冷凍しておけばドリアやオムライスに使うこともできます。今日はパスタの他にパンにつけてチーズを乗せて焼いたものも作りました。ということでひき肉の下茹でと時短レシピ3品をご紹介しました。私は平日は毎日仕事をしているので、買い物は主に週末にするだけですし、お夕飯も凝ったものを作る余裕はなかなかありません。
なのでレトルト食品や冷凍食品を活用しながら簡単かつ美味しいご飯が食べられるようにいろいろと工夫をしています。ささやかな工夫ではありますが、こういう程よい手抜きのアイデアがまだお料理に慣れていない人や一人暮らしの人、育児やお仕事で疲れちゃっている人のお役に立てば嬉しいなと思います。今後も分かりやすくて美味しいレシピのご紹介をしていく予定なので、よかったらまた見てくださいね。It breaks my heart, you're looking so blue under last